これでちょっと遊具を2つぐらい、この揺れを利用して、これはあれです、車止め。これはね、遊具に使おうと思って、小石を。芝を張っちゃいます。クローバーの種をまきます。要はもうクローバーの苗床っていう感覚で。ですね、あと今園内だけではなくて、先生がこういう電気のこれで集めてあったんで、これをこれでちょっと遊具作りたいと思います。これいろいろ今結構幼稚園でね、こういうのを置いとくだけで子供たちは転がしたりなんか遊びに使ってますから、これだけじゃあれなんでもったいないんで、これを活用した形でちょっと遊具を作っていきたいと思ってます。はい、そうですね、園内で置いてあってテーブルにしたり座ったり、そういう形では使われてたと思うんですけど、これでちょっと遊具を2つぐらいを作りたいと思ってます。はい、前もね、だからこれはもうこれって言えばシーソーとこの揺れを、これをうまく利用して、これは電気のほら電気工事の線を、これであれを作るんです。シーソー、そうです、あれと同じ形のバージョン。今からちょっとこれをちょっと加工しないと全部できないんで、ちょっと余分なとこは取っちゃいます。これは持つ
取っ手の部分、塩ビで水道の排水、それのエルボとか曲がりを利用した形で。これはあれです、車止め。これちょっと一番。これはここの部分。ここでちょっとやっぱり衝撃があるんで、ここでやっぱりクッション。まあ今まではほとんどはあれなんだっけ、スプリングそのスプリングがないんで、まあ、これで代用。そうそう。ちょっと衝撃がここでドーン。でこれが一番適して、だからちょっとこれを切って、でこの中に空洞になってるんでシリコンを入れちゃえば、まあクッションがある程度。これであと色塗ったらシーソー完成です。 OK です。バッチリです。一応シーソーがあって、今度こちらの方は、まあ、結構簡単なんだけど塩ビ使って、まあ、ちょっと面白い簡単な遊び道具ができるんだ。これはシーソーじゃないです。これはもうこのまま本当に塩ビをもう取り付けるだけでちょっと面白くなる感じのやつをつけます。ああ、できるだけね色をつけて、そうね。だから塀ぐらいデッキとか主流がオイルステンだからね、そういう場合はそうするともう色が決まっちゃうんだよね。ちょっと面白く色鮮やかに目につくからね。だから個人の家でもちょっとお客さんで小さな子がいる時にね、鉄棒を作ったりなんかする時はちょっと色をカラフルにしたり、ベンチをちょっとカラフルに塗ったりはしますけど、ここまでカラフルにする形はしないですもんね。で特有の面白い遊びができるんで、はい。これはね、
遊具に使おうと思って、石を、小石を、こういう何でもいいんです。このぐらいの石をちょっと入れてます。じゃあ石を入れていきます。1個でもうこんだけ入れりゃいい。はい、これで完成です。これで2つ、遊具ができました。こう広いところで遊べる遊具として人気一応作りました。そうですね、なんかちょっとまるっきり違った遊具に変えたものは面白いかなと。こっちの広々とした園庭で遊べるやつ。T の字になってれば、本当はいらない自転車があったりなんかやればハンドルを、これは何でもいいんです。枝でもこういうで、一応あとこれクッションなんですけど、やっぱり硬いと少しこの抵抗感でガーンとなっちゃうんで、スプリングに近い形で丈夫なやつ、これが一番今まで長くやってきて、いろいろやってきて、ちっちゃいタイヤでこうやったりできますし、これは一応乗っても子供の体重だったらこのぐらいの反動があってもいいかなと感じでした。ここも乗れるんですよ。ここに乗って子供が遊んでも別に全然こういう形で一人でこれ置いとけば子供が遊び作るんで、大きなリアカーおよびガラガラ、そうちょうどこれが中で木琴のような音を、ただ回転しただけは面白くないんで、こうやって音がすればリアカーです。そう、でこれ作っとけば見れば先生方もできると思うんです。一気作っとけば見本になって、これもそんなに難しいわけじゃないんです。ちょっと道具さえあればできちゃう。一応こんな感じです。はい、完成です。